ご視聴いただいている皆様、こんにちは。ベーカーズチャンネルの内橋です。今日はですね、前回バターを作りました。そのバターでバターミルクができたと思うんですね。そのバターミルクを使ってビスケットを作っていきたいと思います。ですので、めちゃくちゃ濃厚なビスケットができると思います。そしてそのビスケットは絶対くどくなく、非常にあっさりしながらも濃厚なビスケットになると考えられます。ですので皆さんもぜひね、今から工程の動画を見ていただいて、美味しいバターミルクのビスケットを作ってほしいと思います。ではですね、まずこちらの工程の動画をご覧ください。どうぞ。I know that you are having a hard time right now. And everything seems to crumble around you. I know that you're all alone in this world, but you have to trust into us, and we will help you through, 'cause we only want what's best for you. I know that you are having trouble believing right now that everything is gonna be alright. I know that you feel all alone in this world, but you have to put your trust into us, and we will help you through, 'cause we only want what's best, what is best for you. Trust into us, and we will help you through, 'cause we only want what's best for you, for you, what is best for you.
be okay. No matter come what may, I'm gonna set things straight. Tomorrow, I let my worries fade. Let them sweep away. There'll be another day. Tomorrow, I keep repeating the same mistakes. I didn't know before. やっぱり焼きたては食べないとダメですよね。いただきます。美味しい。はい、いかがだったでしょうか。もうね、ホロホロなんですよ。で、焼いてる時のミルク感が普通の牛乳とか生クリームで作ってる時とはちょっと違う、なんだろうね、コクがあるというか、すごいいい香りなんですよ。なんとも言えないこのミルク感というかバター感というか、もうね、匂いがめちゃくちゃまず美味しい。そして焼けて割った時の湯気の香りもえげつないし凄まじい。もうね、時のこの焼きたてを食べた時の一口目のこうなんていうかな、テンションというか気持ちの高ぶり半端ないんですよ。もうめちゃくちゃ美味しかったです。ではね、早速焼けたビスケットを見ていきたいと思うんですけれども、こちらです。じゃじゃん。この武骨な感じもまたやらしいですよね。もうめちゃくちゃ男前やし、もう匂いもすごい。このバター感、自家製のバターミルクでなおかつ自家製の発酵バター、もう最高ですよね。こんなバターもうほんまに唯一無二というか最高すぎるビスケットですよね。ではね、早速割っていきたいと思うんですけれども、いきますよ。わかります？このホロッと感とこのソフトな感じで、この匂いがめちゃくちゃいい匂いなんですよ。ほんと生クリームと牛乳で作ったらこんな匂いしないんですよね。バターは確実にいい匂いなのは分かるんですけど、やっぱこのバターミルクで仕込むことによってより濃厚でより芳醇な匂いになると思うんですね。もうやばいな。いただきます。優しい。うまっ。皆さんにはいつも食べてばっかりの動画で本当申し訳ないです。めちゃくちゃ美味しいんですよ。いつも分かってると思うんですけど、皆さんもめちゃくちゃ美味しいです。ごちそうさまでした。やっぱりね、最高でした。もうこのまま食べてもう完結するようなビスケットなかなかないです。こんだけプレーンでこんだけ美味しい旨味が詰まったビスケット。そしてこのまま食べていただくのが非常におすすめではあるんですけども、もちろん蜂蜜やヨーグルト、ジャムと合わせてもらっても最高です。ぜひね、この商品と紅茶と例えばバターとかを添えていただいて、午後のね、アフターヌーンタイムっていうんですか、アフタヌーンティーですかねっていうのをね、楽しんでいただくともう最高の一日、最高の午後になると思うんですね。ですので、ぜひね、皆さんもバターを作っていただいて、そのできたバター、そしてバターミルクを使ってこのビスケットを作ってほしいと思います。本当バターの概念が変わるぐらい、バターはまず自家製で作ったらめちゃくちゃ美味しい。しかもそれを使ってこのビスケットを作る、もう最高です。普通のね、ビスケットとか普通のバターがって思っちゃうぐらい美味しいです。ですので、ぜひ皆さんもトライしてチャレンジしてみてください。本日も最後まで動画を見ていただき本当にありがとうございます。この動画がよろしければグッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。最近ね、ちょっと熱量がすごく半端なくて、松岡修造さんみたいになっているところがあるんですけども、温かく見守りの方をお願いいたします。ではまたお会いいたしましょう。バイバイ。